皆さんこんにちは。7月9日はアイドリッシュセブンの七瀬りくくんのお誕生日です。今回はりくくん生誕に向けて5日間お菓子作りをした様子をお届けします。今回作る予定のお菓子はこちらです。今年のメインはリスタートポインターのミュージックビデオに登場するステージ風ケーキの再現です。その他にもりくくんをイメージしたスイーツやお菓子を作っていきます。結構難易度が高いケーキ作りになったんですけど、無事完成するのか、ぜひ最後まで見守っていてください。今回のケーキは結構高さがあるので、組み立て用のスポンジがたくさん必要になってきます。最終的には全部で6台のスポンジを焼きました。それではここからりくくん生誕に向けた5日間スタートです。まず最初にリスタートポインターのりくくんの衣装をイメージしたクッキーを作ります。衣装の背中側にある赤と黒のチェック柄を市松模様のアイスボックスクッキーで表現してみました。他にもケーキに乗せるパーツをいくつか作りたいので、6種類に分けてクッキーを作っていきます。で、今回一番悩んだのがクッキー生地でりくくんっぽい赤色を表現できるかなって思ってて、今まではココア生地を使ってボルドーっぽく仕上げることが多かったんですけど、今回はどうしても衣装の色に近づけたかったので、初めてノーテイストレッドというフードカラーを使ってみることにしました。味に影響が出にくい着色料なので、思い切って使うことができて、念願の鮮やかな赤色を作ることができました。ちなみに黒色の生地はブラックココアパウダーを使っています。ベースの生地にレモンの皮とバニラオイルで香り付けしているので、ブラックココアとも相性が良くて美味しく仕上がりました。こんな感じで綺麗に2色の生地が完成しました。ここからは綺麗な1センチ角の市松模様になるように伸ばしてカットしていきます。卵白液で接着しながら慎重に組み立てていきます。今回は主役のケーキを引き立てることをテーマにしたかったので、このクッキーには彩り担当としてテーブルを華やかにしてもらおうと思います。りくくんの担当記号のダブルシャープにも見えるように赤色が多めの配置にしてみました。綺麗に模様が出たので一安心です。こうやって並ぶとよりリスポ感が増してすごいテンションが上がります。全体のバランスを見ながら盛り付けたら完成です。続いてはもんちゃんとリクハムのアクリルスタンド風クッキーを作っていきます。ア
イシングクッキーをアクスタみたいに立てて飾れたら可愛いなって思ったので、今回初めて挑戦してみます。まずは土台のクッキーを作っていくんですが、もんちゃんとリクハムの方はクリアファイルで作ってみました。伸ばした生地は冷凍すると綺麗にカットできます。重要な台座部分にはクッキーを差し込むための切り込みを作っていきます。うまく立てられるかが今回のポイントです。綺麗に土台クッキーが焼けたので、早速アイシング部分を作っていきます。最近アニマリッシュセブンがすごく盛り上がってると思うんですけど、個人的にりくくんがハムスター担当になったのがすごく嬉しかったです。実は私、名前の通りハムスターが大好きで、このチャンネルを作る時の名前候補にリクハムがあったくらいなんです。でも推しの名前入れちゃっていいのかなと思って結局採用はしなかったんですけど、最近また嬉しい発表もあったので、早くリクハム縫いをポシェットに入れて一緒にお出かけするのが今から楽しみです。そのためにももう骨折しないようにしなきゃですね。ちょっともんちゃんの眉毛が濃くなっちゃったんですけど、無事にアイシング部分が完成しました。早速クッキーに乗せていきたいんですけど、リクハムの土台クッキーを左右逆に焼いちゃったので、裏返して使うことにしました。でも意外と裏の方が平らでつきやすかったので、今後この方法もありだなって思いました。組み立ての前に台座も少し可愛くしていきます。もんちゃんの方にはダブルシャープで、リクハムの方には大好物のひまわりの種をつけていきます。で、ちょっと何か始まったんですけど、今回は泉兄弟カラーのゴジハムにも協力してもらいます。ここで組み立ててるうちにもんちゃんの台座が割れちゃって、この時かなり焦ってるんですけど、アイシングクリームで修復できたので、とりあえず一安心です。いろいろ試行錯誤して無事固定できたんですけど、結局ゴジハムでは支えきれなかったので、最終的にプロテインのケースに助けてもらいました。次はオムライス型のミルクもちケーキを作ります。りくくんの大好きなオムライスを今回のケーキの雰囲気に合わせたフェイクスイーツで作っていきます。実はコットンをイメージして焼いたスポンジがたまたまチキンライスっぽい色になったので、今回はこれを使ってオムライス型のケーキを作ります。
いてケーキを包むミルク餅を作っていきます。ミルク液は卵色と付け合わせのトマトの色に着色しました。りくくん生誕では毎年オムライスを作ってたんですけど、今年はスイーツで作るので少し寂しい気持ちもあります。その分お誕生日当日は本物のオムライスを食べるのを楽しみに今一生懸命編集を頑張ってます。お餅をまとめるのに結構力がいるんですけど、ここら辺からなんかゴムベラの様子がおかしいなって思ってたら、なんと中の芯が突き出て壊れちゃいました。まあでも無事柔らかいお餅になってくれたのでよしとします。ここからはミルク餅を伸ばしてケーキを包んでいきます。私アニナナで記憶に残ってるりくくんのワンシーンがあって、アニメ3期の4話で料理が苦手な玉木くんがラーメンを作るシーンがあるんですけど、それを見たりくくんが何それ脳みそみたいっていうシーンがあって、その言い方が本当に素のリアクションって感じでお気に入りなんですけど、普段のアイドルとしてのキラキラした姿とのギャップもあるので、今でもすごい印象に残ってるシーンです。なので皆さんも前後の流れ含めてぜひ見返してみてください。プレーンクッキーは星型ポテトに見立てて、ミニトマトはケーキポップをミルク餅で包んでヘタを描いていきます。最後に赤色のチョコペンをケチャップに見立ててフェイクオムライスの完成です。次はコットンに見立てたケーキポップを作っていきます。今回土台を崩れにくくするためにクリームチーズを使って作ります。実は今年のそうちゃん生誕でも作ったんですけど、その時は牛乳だけでまとめてたので少し崩れやすかったんです。今回はその経験を生かしてレシピを少し変えてみました。ちょうどいい硬さになるまでほぐしたスポンジを入れて混ぜていきます。ここからはコットンのサイズに丸めて量産していきます。今回は4体並べるつもりで作ってます。コットン用に作ったスポンジもほぐしてモコモコの質感を表現していきます。少し凍らせたケーキポップにチョコレートをつけて、さっきほぐしたクラムでコットンの体を作ります。味にも変化をつけたかったので、ホワイトチョコにラズベリーパウダーを加えてピンク色にしてみました。仕上げにアイシングパーツをつけてコットンを完成させていきます。パーツが少し欠けちゃってたりもするので、それぞれ個性のあるコットンができていってます。最後は今回の主役でもあるリスタートポインターのステージ風ケーキを再現していきます。
まずは細かいチェック模様のスポンジを作るために4台分のスポンジを慎重にスライスしていきます。今回一番時間をかけたケーキなので、一つずつ確認しながら丁寧に進めていきます。直径15センチのスポンジを4つのセルクルでくり抜いていきます。一気にくり抜いてしまうとスポンジが崩れやすくなってしまうので、一つずつはめ替えながら作業を進めていきます。これを繰り返してチェック柄用のスポンジを全部で8枚作っていきます。続いてケーキに装飾するパーツの準備をしていきます。まずはなぎくんをイメージしたケーキに飾る黄色いバラ型のクッキーを作ります。今回のケーキの装飾はクッキーやチョコをメインに再現してみました。次にみつきくんをイメージしたケーキに飾るマカロンもクッキーで作っていきます。ラップ越しに丸く跡をつけたら周りを竹串で整えてマカロンのピュアを表現します。これはヤマトさんをイメージしたケーキにのせるメロンの皮風クッキーの土台になります。こっちは抹茶の生チョコ風クッキーで味も本当に抹茶味にしてみました。続いてはチョコパーツ作りです。それぞれのメンバーをイメージした音楽記号をチョコで作っていきます。気持ち大きめサイズに作ってるんですけど、折れないように裏面も補強してより丈夫に仕上げました。これはメロンの皮風クッキーの仕上げです。こうやって丸い型に巻きつけて冷やし固めればチョコ細工にもなります。さっきからチョコペンが硬くて持ち方がすごい力ずくなんですけど、これも同じように飴細工をチョコで表現していきます。ちょっと油断するとチョコの重さでこんな感じに持っていかれちゃうので注意です。2回目は大成功です。最後はマカロン風クッキーを本物みたいにサンドします。これで全パーツの完成です。それではようやくケーキ作りに入ります。まず2種類のケーキ土台を作っていくんですけど、今作ってるのは断面が一番見える6段目のケーキに使います。こちらのケーキは
断面があまり見えない6段目以外に使っていきます。この時期っていちごが旬じゃないのでほとんど出回ってなくて、毎年いちご探しに苦労するんですけど、今年もなんとか無事美味しいいちごをゲットできてよかったです。このチェックスポンジはかなり崩れやすいので、今みたいに勢いが大事になってきます。1段目のカットが完成しました。ケーキの接着にはアールグレイガナッシュを使っていきます。冷やすと固まって扱いやすくなるのと、チェック模様の境目も綺麗に見せてくれます。こんな感じでスポンジを1枚ずつ重ねながら5段目まで作っていきます。これで5段目まで完成しました。このまま6段目も作っていきます。今作ってるケーキはリスタートポインターのミュージックビデオに出てくるケーキなんですけど、実は私がアイナナに興味を持ったきっかけもこのリスタートポインターでした。たまたまナナライを発見してこの曲を聴いた時に、曲もステージ演出もすごい印象的で、そこから気になり始めて、その後ミュージックビデオを見た時にあのステージがケーキになってるってすごい驚いて、本物のステージも描かれてて再現度に本当に感動したんですよね。だからこのケーキはずっと作ってみたいって思ってました。しかもこのケーキ確かミュージックビデオの中でメンバーみんなで作ってたごちそうが次のシーンでなぜか急にスイーツに変わってるってやつなんですよね。それでは6段目まで完成したので1カットずつクリームをのせていきます。本来はホールごとにクリームを塗るんですけど、今回は1カットずつなので綺麗に塗るのがすごく難しかったです。そういえばアイドリッシュセブン記念日に公開されたダンス映像、皆さん見ましたか？私踊り方を研究するのがすごく好きで、ぜひ踊り方オタクとしてりくくんのおすすめシーンを紹介させてほしいんですけど、ボーイズ&ガールズのサビの T シャツの T のところで重心じゃない右足でのバランスの取り方がすごく好きなんです。その後に続く手を回す振りの首の角度もめっちゃりくくんって感じがして本当に可愛すぎるので、ぜひ注目して見てみてほしいです。で、そんな可愛さを摂取した後に新曲のキレのギャップがすごくて、特に前奏の止めの部分のキレがさらに増していてすごくかっこよかったです。皆さんもおすすめシーンがあったらぜひ教えてくれたら嬉しいです。それではラストスパート、デコレーションに入っていきます。まずは1段目のたまきくんをイメージしたケーキからスタートです。装飾のプリンは駄菓子のミニプリンを削って冷凍してから乗せてみました。ミュージックビデオのケーキシーンを参考に準備したパーツを飾っていきます。今回は5号サイズで作ってるので、パーツとのバランスを考えると7号くらいの大きさの方がもっとすっきり仕上がりそうだなって思いました。あとこうして見ると6段目が少し高かったかなって思うんですけど、正直土台作りからここまでちゃんと形になるのかすごい不安だったので、改めて映像で見返しても感動します。今後もっと上達していつか自分でも納得できる綺麗なリスポケーキを作れるようになりたいです。
ラザンも忘れずにつけていきます。仕上げに音楽記号のチョコを飾ったら完成です。ここまで見てくださった皆さん、本当にありがとうございます。今回のケーキは本当に難しくて、最後までちゃんと完成できるのかすごい不安だったんですけど、こうして無事にお祝いすることができて本当に良かったです。りくくんにはいつもたくさんの元気をもらっているので、その分これからもりくくんが笑顔で自分らしく輝ける毎日を過ごせることを願っています。改めてりくくん、お誕生日おめでとうございます。最後までご視聴いただきありがとうございました。